逆転裁判6ドラマ CD 日本編逆転の法廷研修教えて三剣先生。ここがあの人の執務室。じゃあノックしますよ。驚き宝介と木月ここねが来ました。入りたまえ。今日からお世話になります。なるほどから話は聞いている。よろしくお願いします三剣先生。私は一切容赦するつもりはない。覚悟しておくことだ。頑張ります。なるほどさん、なんて厄介な宿題を。それじゃあ僕はそろそろ出発するよ。飛行機に遅れたらいけない。驚きくん、ここねちゃん、事務所のことは頼んだよ。はい、任せてください。先輩の背中は私が守ってみせますよ。頼もしいな。あ、そういえば2人に宿題を用意しておいたんだ。宿題ですか？2人ともこれまで弁護側から放送回を眺めてきた。そして多くのことを学び取ってきてくれたね。だからここで一度反対側から放送回を眺めてみてもいいと思ったんだ。後学のためにね。反対側？検事局長の三剣に頼んでおいたよ。2人は明日から検事局へ行き、三剣の下で勉強してくるんだ。三剣検事ですか？きっとこれまでとは違った視点から放送回を眺められると思うよ。厳しい三剣検事の下で？大変な宿題だとは思うけど、今回の仕事を見事やり遂げ三剣の評価を得られたら給料アップだ。給料アップ？ただし給料をアップさせるのは三剣からより高い評価を得られた方だけだ。そんなの先輩の方が有利じゃないですか。そう言うだろうと思って努力賞を用意したよ。これは殿様のフィギュアですか？昔知り合いにもらったんだ。ボスになった幻のデザインでプレミアがついているらしいよ。欲しくない。だったら驚きくんに勝って三剣の評価を得るしかないな。慣れない検察側の仕事だ。ここねちゃんにもチャンスはあるはずだよ。確かに。なんだか私がぜんやる気が出てきましたよ。元気なやつだな。驚き先輩、絶対に私が勝ちますからね。俺だって負けるつもりはないからな。先輩、今回はパートナーじゃありませんね。ああ、ライバル同士勝負だ。望むところです。さすがに一度に持ちすぎたかな、書類。おっと、時間がない。急がないと。先輩、その程度の書類で値を上げちゃうんですか？わお、いくらなんでも持ちすぎだろう。木月ここねの辞書に妥協という文字はありません。お先に。負けないぞ。追いついたぞ。いつもより早いですね。一度に書類を持ちすぎたことが君の敗因だよ。今回は俺の勝ちだ。負けません。おい、どこ見てるんだよ。先輩が無理に追い越そうとするからですよ。最初に追い越したのはそっちだろ。
三剣先生。大事な書類を。貴様ら次回の給与査定楽しみにしておくことだな。踏んだり蹴ったりだ。特別任務って何ですか？君たちには法廷で私の隣に立ってもらう。検事である私の助手としてな。私たちが検事席に？法曹界を検察側から眺める。その目的にも合致しているはずだ。最近はめったに法廷に立たなくなったが、君たちのために今回私が特別に検事をしよう。なんてこった。それでは開廷します。弁護側、準備は完了しております。検察側、元より右に同じく。以下同様です。なぜ検事席に弁護士の2人が寝ぼけているのでしょうか？大丈夫です。バッチリ目覚めてますから。なるほどからの依頼で、彼らは法曹界を学ぶための研修をしている最中だ。今回は私の助手として働いてもらうことになる。なるほど、そういうことでしたか。2人とも良い機会です。いつものように悪ふざけせず真面目に学ぶように。いつもふざけてるつもりないんですけど。それでは被告人、証言台に。おっす、俺の名は本田瑠衣。犯罪者の甲子園法廷、真実という球を投げに隣町から遠征してきました。よろしくお願いします。元気の良い被告人ですな。確かあなたは野球部のキャプテンだとか。元野球部です。でも夢はグラウンドに置いてきました。最近はバットを振る代わりにコーチ現場でつるはし振るってます。被告人は学校を退学し、バイトに明け暮れる毎日を送っていたらしい。ただバイトでも二軍待機になっちゃいました。解雇だ。そして解雇された数日後、バイト先の金庫から貴金属の類が盗まれ、現場から立ち去る被告人の姿が目撃されている。なんと。違います。俺はベースは盗んでも人様のものだけは盗みません。野球の神様に誓って本当です。その点に関して弁護人いかがですかな？俺ですか？あなたではありません。被告人は容疑を否定しています。異議あり。ではなぜ被告人は解雇されたバイト先に行っていたのか。さあ、まともに反論を用意してないのか。考えもせずにさあですもんね。被告人では君の口から直接説明したまえ。忘れ物を取りに行ったんです。おお、どんな忘れ物かね。異議あり。本件と異議あり。関係があるかどうかはこれから明らかにしてみせよう。君はしばらく黙っていたまえ。すみません。弱っ。助手、例の書類を。書類？執務室にあった私のカバンだ。まさか持ってきていないのか。しまった。あっちゃー。すぐに取ってきたまえ。驚き弁護士、君もだ。はい。やれやれ、何やってるんだよ木月さん。すみません。君は？被告人の妹の本田しおりです。お二人は弁護士さんですよね。まあ一応そうだけど。どうか兄をよろしくお願いします。え？なんなら
私が弁護のお手伝いをいたします。六法全書ならば全て目を通してまいりました。過去の類似した判例についても一通り読み漁り。ちょっと待った。俺たちは確かに弁護士だけど、お兄さんの弁護人ではないんだ。お兄さんには別の弁護士さんがついてるみたいだよ。そうだったのですね。すみません、早とちりしてしまって。いや、よかったら事情を聞かせてくれるかな、お兄さんのこと。はい。兄は昔から優しい人で、私が学校でいじめられていた時もいつも守ってくれたんです。妹思いなお兄さんなんだね。野球部でも将来有望で、毎日一生懸命練習していて、みんなからも慕われていて、それに私たちには両親がいませんでしたから、兄が親代わりみたいなものだったのです。だからすみません、こんなことを話されても困ってしまいますよね。先輩、そろそろ書類を取りに行かないと。そうだったね。お邪魔して申し訳ありませんでした。私は法廷に戻ります。唯一の肉親か。すみません、お待たせしました。遅かったではないか。審理を続けるぞ。はい。では被告人、あなたはあくまで容疑を否定するのですね。もちろんです。この本田瑠衣、誠実だけが取り柄で生きてきたような男ですから。確かにちょっとやかましいですが、真面目な若者に見えますな。誠実か。ところで被告人、君の中学時代のことだが。その話は。どうしたんだろう。君は随分と問題のある生徒だったな。やめてください。暴走族のヘッドとして数々の問題を起こしていたらしい。何ですと？例えばバイクで100人の子分を引き連れ、某88カ所の霊場を巡るお遍路を行い、その迷惑行為がメディアでも大きく取り上げられたようだ。迷惑行為といえばそうなのか？それだけではない。数々の暴力沙汰も起こし、少年院にいた時期もあるそうだ。誠実さだけが取り柄とは、よくもまあその口で言えたものだ。三剣検事、いくらなんでもその言い方は。終わりたまえ。三剣検事、どうしたって言うんだ。こんな心証操作みたいな真似を。ふざけやがって。俺は野球と出会って更生したんだ。それなのにどいつもこいつも昔のことを掘り返しやがって。もうぶち切れたぜ。被告人、検事さん、あんたの顔がミットに見えてきたぜ。俺の剛速球を叩き込んでやら。かかるか。被告人を取り押さえるように。話せこの野郎。血の気の多い証人ですな。人というものは容易に変わらぬもの。それに君くらいの年齢ならば欲しいものもたくさんあるはずだ。魔が差した、そうなのだろう。白状したまえ。ちげえ。先輩、こんな一方的な裁判じゃあの子がかわいそうです。弁護士は何してるんでしょう。ダメだ、居眠りしてる。よし、こうなったら。多くの者がバイト先から出てくる君の姿を目撃している。さあ、おとなしく容疑を認めたまえ。俺がやり。
二人ともその席は。もう見てられません。まともに弁護もされない裁判なんて、そんなの許されませんよ。貴様ら、どういうつもりだ？被告人は俺たちが弁護します。なんでそう。弁護士さん。しおりちゃん、もう大丈夫。お兄さんのことは俺たちに任せてよ。よろしくお願いします。貴様らは私の隣で何を見ていたのだ？被告人の容疑は明白だ。異議あり。被告人は容疑を否定しています。私たちはその言葉を信じます。愚か者め、情にほだされた。しかし決定的な証拠はない。そうでしょ？甘いな。君たちが先ほど持ってきた書類、どうやら目を通さなかったようだな。現場の金庫の内部から被告人の指紋が検出されたのだよ。なんですって？これは被告人の容疑を立証する決定的な証拠だ。もはや反論の余地はない。被告人、いい加減に罪を認めたまえ。違う俺はあくまで認めるつもりはないと。本当にやってるんでしょうか？いや、俺は彼を信じるよ。だけどこのままじゃ裁判長の心証は最悪。下手したら厳罰もありえるぞ。もういいです。さっさと有罪にしてください。この試合に逆転ホームランなんてありえないんです。異議あり。ルイ君、俺たちに何か隠していることがあるんじゃないかい？それは。しおりちゃんから君のことは聞いたよ。俺には君が悪いことができる人間だとは思えないんだ。でも俺は元不良ですよ。関係ないよ。今の俺にとっては守るべき依頼人だ。弁護士さん。ルイ君、私にはずっと聞こえていましたよ。苦しむあなたの心の声が。どうせ誰も分かってくれないって、そう苦しんでる。俺たちのことを信じてください。でないと君を救うこともできない。ありがとう弁護士さん。だけどごめん、俺なんですよ。え？盗んだのは俺だったんです。そこの検事さんの言う通りなんですよ。俺は所詮チンピラなんだ。なんだって？やはりそうだったか。そんな。だけどこうするより他になかったんです。どういうことだい？金が必要だったんです。しおりの学費のために。妹さんの？自慢の妹なんですよ。俺と違ってすげえ頭がいいんです。だから勉強させたかったんです。でも俺んちは両親がいなくて金がなくて、しおりまで退学させるわけにはいかなかったから。だからお兄ちゃん、嘘。だって学費はお父さんの遺産から。ごめん、あれは嘘。遺産なんてとっくになくなってるんだ。そんな。じゃあ学校を辞めたのも？そうです。2人分の学費は払えなかったんです。だから学校を辞めて朝から夜までバイトして。私なんかのために。そんなのダメだよ。ほらな、本当のこと言ったら反対するだろ。お兄ちゃん。でもバイト先に昔のことがバレて、それでクビになっちまって。だけど学費の支払い期限が迫ってて、それで俺は。ごめんなさい、俺がやりました。すみませんでした。そうだったのですか。盗んだものは返します。まだ手はつけてないですから。どうやら
真実は明らかになったようだな。残念ながら被告人の容疑は疑い得ないようです。しかしそこにはやむにやまれぬ事情があった。被告人は反省しているようですし、情状酌量の余地があると考えます。よって被告人を保護観察処分とし、80日間の社会奉仕活動を命じます。先輩、これって。ああ、刑罰は課されないってことだ。それではこれにて閉廷します。弁護士さん、ありがとうございました。社会奉仕活動は大変だと思うけど、頑張ってね。心を入れ替えて頑張ります。お兄ちゃん、私なんかのためにごめんなさい。気にすんなよ。それに結局お前の学費払えなそうだし、こっちこそごめんな。いいえ、これからは私も働きますから。さあ、早速資格でも取ろうかしら。そっか、そうなっちゃうんだよな。先輩、あれ。三剣検事、すみませんでした。何を卑屈になっている。君たちは実にいい働きをしてくれたではないか。被告人は金がないからと弁護士を拒絶した。取り調べでも黙秘を貫いていた。国選弁護人は頼りなかったのだが、君たちの無償の弁護のおかげで法廷はその役割を全うできたようだ。まさか。おかげで真実にたどり着くことができた。礼を言わせてもらおう。じゃあ被告人に非常に当たっていたのも俺たちを誘い出すために？さて、何のことだろうか。私たち結局三剣検事にいいように使われただけだったの。だがなるほどの要望には応えられたはずだ。検察側から法廷を眺めることでその役割が分かっただろう。もしかして弁護士と検事が本気でぶつかり合うことで真実が明らかになる？そういうことだ。結局私たちのどっちが勝ったんですかね。その件だが引き分けだな。君たちは実によく頑張ってくれた。二人を平等に評価するようなるほどに掛け合っておこう。次の給与査定楽しみにしておくことだ。やったー！ありがとうございます。それとこの努力賞だが。殿様のプレミアフィギュアですか。なるほど、こんなものを隠し持っていたとは。価値のあるものなんですか？オークションでは50万円以上の価値がつくことも珍しくない。50万円！先輩、どうします？これちょっとしたボーナスですよ。さ、木月さん、そのことだけどちょっと相談があるんだ。それじゃあ弁護士さん、俺たちは行きます。ルイ君、これなんだけど受け取ってくれないかな。これは何ですか？ものすごい価値のあるフィギュアらしい。コレクターにでも買ってもらえれば妹さんの学費くらい賄えるはずだよ。いいんですか？そんな価値のあるもの。俺たちの趣味じゃないし。ありがとうございます。このご恩は一生忘れないです。最高の逆転サヨナラ満塁ホームランです。俺野球はしないんだけどな。そうだ、今度ルイ君と一緒に事務所のみんなで野球しましょうよ。
あ、いいですね。弁護士さん、ルール知ってますか？なるほど。どうやら私が見るまでもなかったようだ。君の部下は立派に成長していたようだぞ。君が思っている以上にな。